この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。この動画は多言語字幕でお送りしております。今回はですね、真似しちゃダメ、間違ったお絵描き講座ということでですね、あえて絵が下手になっちゃうダメな描き方を7つ選んで紹介していきたいと思います。間違った習慣を続けてしまうとですね、いくら頑張って絵を描いても完成までにすごく時間がかかってしまったり、形が崩れていまいち見栄えが良くならなかったり、そもそも自分の絵のどこが悪いのか自覚できずに上達につながりにくくなってしまうことがあります。なかなか上達しません。どうしたらいいですかという質問を受けることが多いのですが、そういう質問をされる方のほとんどの方はですね、今から紹介することをやってしまっていることが非常に多いんですね。それと当然ですが、今回はダメなやり方と同時にその解決策についても解説していきます。なのでこの動画を見ていただくことで、書いてもなぜかうまくならないんだけどその理由がわからないんだよなというお悩みを解決して、頑張った分だけ上達につながったハッピーってね、自分の努力が報われる習慣を身につけるきっかけにしていただくことができると思います。それでは早速いってみましょう。絵から離れて確認しない。皆さんは絵がそもそも誰からも見てもらえないという感覚に苦しんだことはありませんか？もしそういうお悩みを抱えている人がいたとしたら、これが原因である可能性が非常に高いと思います。なのでよく聞いてください。興味を引きつけづらい絵を描いてしまう人のほとんどは、描いている最中全く画面から離れない傾向にあります。そんなの関係あるのってちょっと意外に感じる人がいるかもしれませんが、大ありです。これはなぜかというと、一言で言うとですね、絵の全体像がつかめないからです。見る人の心を引きつけることにおいて、絵の全体像をつかむことは最重要事項です。なぜかというと、デジタルでもアナログでもこれは同じですが、あなたの絵を見てくれる人というのは最初は離れた位置から絵の全体像を見るからです。例えば Twitter でタイムラインを見ていたら、一瞬目に映るイラストだったり、歩いていたらパッと目に飛び込んできた絵画だったり、そういうシチュエーションを想像してみてください。想像できましたか？ほらね、一瞬でしょ？もうね、一枚の絵に触れる瞬間なんて一瞬なんです。あなたはその一瞬で見る人の心を引きつけなければいけません。その一瞬の間に見る人はその絵が好きか嫌いかを判断しているからです。ではその一瞬の印象がどこで決まるのかというと、絵の緻密さや描き込みの細かさではありません。絵全体の印象なんですね。絵画教室や絵の予備校などでも一番最初に習うことは、10分に1回は絵から離れなさいと、離れて絵を観察することの大切さを学びます。またイラストコンテストなどにおいて審査員の間で最も重要視される項目の一つにもサムネ映えという項目がありますが、このサムネ映えも別の言い方をすると、遠くから見た時の印象の強さと言い換えることができると思います。すべて同じことを言ってるんですね。ではどうすればいいのかというと簡単です。頻繁に絵から離れて観察しましょう。もしくはこれはデジタルならではの技術なのですが、こんな風に今描いてる絵をもう一つ違うウィンドウに表示させることができます。そしてもう一つのウィンドウをこんな風に小さく表示させましょう。こうすることで細部を書き込みつつも、同時に遠くから見た時の全体像、サムネ映えも同時に作っていくことができちゃうんです。見た人の心を一瞬で引き込むことができる絵作りができるようになるんですね。もし今までこれを意識できていなかった人は大チャンスです。ものすごく効果があるやり方なので、ぜひ取り入れてみてくださいね。左右反転しない。あなたが描いたキャラクターを見た人から、かっこよくない、可愛くないと言われた覚えはありませんか？とてもね、ショックを受ける言葉だと思うんですが、こういった絵の多くに言えることは、左右の顔のバランスが著しく崩れている場合が多いということです。ですがこれは簡単に解決することができます。それはたまに左右を反転して絵を確認することです。これはかっこいいとか、これは可愛いとか、そういう感覚を僕らがなぜ感じるのかという話につながって
ってくるのですが、ある研究によると人間は顔が左右対称に近い人ほど異性にモテるという研究結果があるそうです。そしてなぜ左右対称に近い顔がモテるのかというと、その原因が免疫力の強さにあるそうなんです。要するに左右対称に近い顔の人は免疫力が強い傾向にあり、だからこそ異性をより引きつけられるらしいんですね。つまり免疫力が強い異性に惹かれる方が生存競争にとっては優位なので、左右のバランスが取れている顔に人間は可愛いとかかっこいいとか、そういう感覚を感じやすいらしいんです。あまりにもシンメトリーすぎるとそれはそれで不自然に感じてしまうので、ほどほどで良いと思いますが、この人間の性質を考えるとキャラクターを描く上でも左右のバランスを取ることは非常に重要と言えると思います。やり方は簡単です。Photoshop でもクリスタでも左右反転して表示させる機能がありますので、定期的に左右を反転して今描いている顔が左右反転した時に違和感がないかどうか確認しましょう。そしてもし違和感を強く感じるようであれば、ある程度修正しましょう。完全にシンメトリーにしてしまうと逆に機械的で気持ち悪くなってしまいますので、ほどほどで大丈夫ですが、そうすることで顔の左右のバランスが整えられて免疫力強めのキャラクターにすることができますので、それによって見る人にかっこいい、かわいいってね、感じてもらいやすくなる効果が期待できます。試してみてくださいね。同じ画面だけで絵を見ている、その時はうまく描けたって思うんだけどさ、後で見るとなんか変なところに気づいちゃうんだよね。でもこれすぐに違和感に気づくことってできないのかなとお困りのあなた、もしかして絵を描く時に同じ画面でのみ絵を見ていることってありませんか？それでは違和感に気づくことは難しいです。それはなぜかというと客観性にあります。同じ画面を見続けていると、いくら絵におかしい部分があったとしても、その見え方に慣れてしまっているせいで絵の違和感に気づくことがそもそも難しいんですね。その結果絵が出来上がってしばらくして、つまり発表してしまった後に客観性を取り戻して、その時点でやっと違和感に気づくことができるということが起きてしまうわけです。ですがそんなに間を置かずとも、ある程度客観性を取り戻すことができるやり方があります。それは何かというと、描いている絵をスマホでパシャッと撮ることです。このように描いている絵をスマホでパシャッと撮るとですね、これ不思議なんですが、自分でおかしい部分に気づきやすくなるんですよ。さっき紹介した画面から離れることだったり、左右反転を意識していたとしても、このスマホでパシャをやってみると、また新しい違和感に気づくことができます。おそらくスマホで撮ったことによって、ただのデータだった絵から写真、つまり他人の視点に近い視点になりますので、より人の目に触れた後の状態を想像しやすい形になったからだと思います。そういう意味では Twitter の鍵アカウントを利用して一旦絵を投稿してみることでも同じような効果が得られると思います。これはデジタルでもアナログでも同じように使えるテクニックだと思いますので、ぜひ試してみてください。きっと効果の高さに驚くはずですよ。資料は見ずに絵を描く、これはもう何度も何度も言ってることなので、人によってはまたかよって思うかもしれませんが、僕はね、言ったことを忘れているわけではありません。僕は大事なことは何度も何度も繰り返しお伝えしてしまうという癖を持っていますが、これを何度も言っているということはそれだけ大事なことだと思ってください。絵が全く上手くならない人というのは、必ずと言っていいほど資料を見ていません。というかむしろ逆に資料さえ見てちゃんと絵を描けば 100% 絵は上手くなる。そのぐらい資料の力は絶大です。もしかしたらね、皆さん誰かにプロは何も見なくても上手く絵が描けるものだと聞いたことがあるかもしれませんが、それ完全に間違ってます。いいですか？プロでも、いえ、プロであればほぼ必ず資料を見ずに絵を描くということはありません。僕は20年間プロのイラストレーターをやってきて、その中で様々な絵師さんに会ってきましたが、その中で一人も僕は資料を見ずに絵を描いていますという人に会ったことは未だかつて一度もないんですね。なのでこれだけは断言できます。なんか資料探すのってお金とか手間とかすごくかかりそうなんだけど、と心配される方も多いかもしれませんが、今は便利な時代です。インターネット検索で大体の資料は揃いますし、おすすめは
Pinterest というサイトです。Pinterest は検索はもちろん、近いイメージの画像を次々と表示してくれる独自のアルゴリズムを持っていますので、言葉からではなく、イメージから検索するということができます。その点で欲しいイメージに素早くたどり着きやすい仕組みになっておりますので、まだ使ったことがない人はぜひ Pinterest で資料探しをしてみてくださいね。無料のソフトを使っている。僕は Photoshop とクリスタを主に使って絵を描いております。おそらく世の中のほとんどのイラストレーターさんはこの2つのソフト、もしくはそれに近い有料のソフトを使っていると思います。そして学生さんにとても多い質問が、無料のソフトでも同じことができますかという質問です。いや、これですね、すごく気持ちはわかるんですよ。学生の時はとにかくお金がないです。僕もね、大学生の時なんてお金がなさすぎて、お昼ご飯はだいたいご飯に梅干し、それに学食で買った100円の唐揚げを乗せて食べてましたし、週に一度だけね、学食で300円のお弁当、これを買って食べることを贅沢って呼んでたぐらいですから、そのぐらい切り詰めた生活をしていましたので、お金を節約したい気持ちはまあわかるんですよ。でもね、絵を上達したいという気持ちがあなたにあるのであれば、無料ソフトを長く使うことって逆にコスパ悪いです。なぜなら、みんなが使っている有料ソフトの場合、使い方がわからなくてもインターネットでちょっと調べるだけですぐに解決策が見つかりますし、印刷やデータを共有する場合にもソフト間の問題が起きづらいです。なのでその分、ソフトの使い方を調べる時間ではなく、イラストを描くことにより多く時間を使うことができるんですね。それになんといっても、今はソフトの値段がめちゃくちゃ安くなっていることもあります。昔は有料イラストソフトを使おうとしたら、そのソフト代だけで一気に5万円、10万円飛んでいってしまっていたのが、今は違います。昔10万円以上払わなければ使えなかったフォトショップでさえも、今は月額980円払えば使うことができますし、クリスタに至っては5000円でずっと使用できます。お試しで月額での利用もできて、そちらはなんと月々240円で利用できます。アイス2本分ですよ。それに自分にお金を投資するということは、上達においてすごく効果の高い方法です。私は絵の上達に対してお金を投資するほど本気だ。だから絵を上達させる必要があると心理学で言うところのコミットメントと一貫性の法則が働くからです。もちろん無料ソフトを使い続けることが悪いことだとは言いませんが、より効率的に絵の上達につなげるために自分への投資と思ってですね、有料ソフトをぜひ検討してみてください。ショートカットを使わない。絵が下手になってしまう理由の一つに、時間がかかりすぎるというのがあります。一瞬意外に思うかもしれませんが、これは当然のことで、一つの絵に対して時間がかかりすぎると、描いている途中に徐々に精神がすり減ってきてしまって、もう同じ絵見続けるの嫌ってなっちゃうことがあると思うんです。つまり、同じイラストを仕上げるにしても、できれば早く仕上げられた方が、今回は早く完成まで進めることができたな。まだちょっと時間あるし、この部分もうちょっと加筆してクオリティアップしてみるかってね、余裕が生まれやすいんです。この時間的余裕の部分はダイレクトに完成度に直結します。そしてその時間的余裕をものすごく生んでくれるものがショートカットを使うことなんです。そんなこと言われてもどんな操作のショートカットを覚えればいいのかわからないよという方も多いと思いますので、この操作を覚えれば絵が早く描けるという操作をいくつか紹介します。まずは画面操作系のショートカットとして覚えると効果的なのが、画面の拡大縮小、そして画面の回転、それと画面をスクロールする手のひらツール、またレイヤーを移動するショートカットも覚えておくと作業時間の短縮につながります。次にツールの切り替え系のショートカット、必須なのはスポイトツール、さらにブラシと消しゴムの切り替え、それと自由選択ツールも頻繁に使いますので、ぜひ覚えておきましょう。またブラシサイズの変更も忘れちゃいけません。1ピクセルずつブラシサイズを増減できるブラシのショートカットと、画面をドラッグしてブラシサイズを調整できるショートカット、これも覚えておくと便利でしょう。そして最後に何よりも重要です。Undo と Redo。この操作はデジタルで作業する上では何万回何十万回と繰り返す操作なので、覚えておくというよりはむしろ手に覚え込ませてください。以上が最低限覚えておいてほしいショートカットなのですが、これ全部詳
ョートカットキー覚えておく自信ないよっていう方は、これですね。クリップスタジオタブメイトとかツアーボックス。このように、いわゆる左手デバイスと呼ばれるものに割り当てて使うといいと思います。このように、ホイール操作などに対応するので、キーボードよりもスムーズな操作ができるのもメリットの一つだと思います。商品ページは下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。書きっぱなし。はあ、でも、何枚描いても絵が上手くならないんです。と相談される方は少なくありません。ですが、そういう方にお話をお聞きすると、作品を書きっぱなしにして次に進んでしまう。そういう方がほとんどです。そしてですね、作品を書きっぱなしにしてしまうと、上達の速度は遅くなってしまうんですよ。では、どうすればいいのかというと、自分が書いた作品を並べて見比べてみることです。こうすることによって何が良いかというと、書いた時には発見できなかった良い点悪い点が見えてくるんですよ。自分で書いてるんだからそんなことしなくてもいいか悪いかぐらいわかるでしょって思われるかもしれませんが、そんなことはありません。絵はその日の体調や気分によってすごく影響されるんですね。線が少し太くなってしまったり細くなってしまったり、色が淡くなってしまったり、逆に強くなってしまったり、微妙に変化します。ただしこれはほんの些細な変化です。書いている時には自分でも気づかないぐらいです。ですが、これを他の作品と並べてみると、不思議とその良し悪しに気づくことができるんです。この時はすごく線が太くなってるな。でもこうした方が迫力が増してクオリティがアップしたように感じる。よし、次から線は太めに描くことを意識しよう。とか、良い部分を発見できて次につなげられたり、あれ良かれと思って色を淡くしたんだけど、なんかちょっと寂しい印象になっちゃったな。次はこうならないようにもう少し鮮やかな色使いにすることを意識しよう。そんな風に1枚だけでは見つからなかった反省点も並べて見比べてみることで発見しやすくなります。そうです。この次は何々しようという目標こそ絵を成長させるための極めて重要な鍵になります。ひょっとしたらね、もう完成してしまった絵を自分で見返すことってちょっと恥ずかしかったり、あるいは次が描きたくて焦っている時にはちょっと面倒くさく感じてしまうことがあると思いますが、ただ闇雲に絵を描き続けるよりも自分の作品を起点にして目標を立ててから次の作品を描き始めることで、しっかりと的を得た確実な一歩を踏み出すことができちゃうんです。あなたが一生懸命描いてきた作品を確実に次につなげていき、効率的に成長していくためにも作品は描きっぱなしにしないこと、これを意識してみてくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また以前の動画、本当は教えたくない絵が上達する本5選では、僕が実際に活用している本の中から絵の上達に超効果的だった本を5冊紹介しております。かなり反響が大きくて、紹介した後 Amazon から在庫が消えるっていうね、事態になってしまった本もあるんですけど、購入した皆さんとても効果が高かったと大好評をいただいた動画になりますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。